はい、こんにちは。あごひげバイクチャンネルです。今日はですね、ボンネビル T120 に1年乗ってみた感想をお伝えしたいと思います。先日1年点検をやったボンネビル T120 なんですけど、走行距離は2483キロですね。思ったほど乗ってないんですけど、基本的には休日の2時間程度のツーリングと、たまにロングツーリングに行ったりして、今のところ特に故障もなく順調に乗れていて、乗るたんびに力強い走りで楽しいバイクだなって感じてるんですけど、1年乗り続けてみて改めて感じるボンネビルの魅力と、あと少しの不満点をお伝えしていきたいと思います。私が乗っているのは T120 ですけど、 T100 とかスピードツインとか他のトライアンフのモダンクラシックシリーズにも通じるところがあると思うので、ボンネビルに興味のある方や購入検討されている方の参考になればいいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では早速いってみましょう。ボンネビル T120 のいいところ1つ目、現行の機種では数少ないクラシックスタイルのネイキッドバイクっていうところですかね。ボンネビル T120 はネイキッドバイクの中でもクラシックスタイルのバイクになるんですけど、同じようなクラシックスタイルのネイキッドバイクって意外にも現行機種だと種類が多くないんですよね。私パッと思いつくのはホンダの GB350 とか、あと川崎の W800 とか、あとはつい最近生産終了しちゃいましたけどヤマハの SR400 なんかも、私の中ではそっち系かなと思っていて、ネイキッドバイクでもストリートファイター系だったりもうちょっとモダン寄りなものっていうのは結構ラインナップ出てるかなと思うんですけど、このクラシックスタイルのネイキッドバイクって、今言ったようにもう片手に入るぐらいしか現行だと機種出てないんじゃないかなと思うんですよね。なのでクラシックタイプのバイクに乗りたいっていう方にはかなり刺さるスタイルだと思いますね。でかつね、貴重な存在だと思います。続いてボンネビル T120 のいいところ2つ目、パーツ一つ一つが妥協を感じさせないエクステリアですね。これはね、購入の決め手の一つだったんですけど、そこまでやるかって言えるほど装飾に手間がかかっているなと思いました。T120 はマフラーがメッキになっていて、しかも左右に本出しになっているので、それだけでかなりね豪華な印象がありますよね。あとは単純にメッキが多いっていうだけではなくて、パーツ一つ一つも細かいところまで凝った作りになってるんですよ。で特にねこの印象的なのがエンジン周りの造形ですね。これ現行のボンネビルは全て水冷エンジンなんですけど、ここにね空冷をイメージさせる空冷フィンがついてるんですよね。ここのなんていうか無駄なこだわりというかね、この装飾に力かけてるなっていうのがもうここを見ただけで分かりますね。しかもここもねインジェクションもキャブレターもしたものがついていて、国産車でねこんなことやってるバイクってね私知らないですよ。で国産のバイクってどっちかっていうと機能性に重点を置いている印象があって、外装でねド派手に遊んでるバイクってねないんですよね。なのでね、ボンネビルってやっぱり外車乗ってるなっていうイメージもあるし、その外装にこだわってるっていう点では他のバイクメーカーからね一歩飛び出してるようなイメージがありますね。さすがこう歴史のあるバイクメーカーっていう感じかな。で当然ね水冷なんでラジエーターも装備されてるんですけど、そこはね目立たないように縦型にしてこうフレームの隙間にうまく収納されてるんですよね。ここもねかなりこだわってんなっていう感じしますね。なんか無造作にねラジエーターボンってついてるんじゃなくて、うまく目立たないようにねしてるっていうところになんかこだわりというかね、粋な計らいを感じますね。あとはね運転中必ず目につくメーター周りなんかもこの二眼メーターの縁がメッキ仕上げになっていて、で特にね見てほしいのはこのベースの部分なんですよ。この部分ってバイクによっては黒のベタ塗りだったり、あとはプラスチックだったりしますけど、ボンネビルはねヘアライン仕上げの金属パーツになっていてかなりね高級感があるんですよね。でここは常に目につくところなのでこの仕上げ方はね大好きですね。あとはね、細かいところですけど、こういうフットペダルなんかもトライアンフのロゴが入った肉厚なものになっていてね、他のメーカーだと結構既製品っぽい、どのモデルでも同じものを使ってたりしますけど、トライアンフは独自のね、ペダルなんか使ってて、こういう細かいところまでしっかり作り込まれているのは所有感が非常に高くなりますね。はい、続いてボンネビル T120 のいいところ3つ目、体の芯から揺さぶる太い排気音と鼓動感ですね。まずは音を聞いてもらいたいんですけど、1200cc の大排気量プラスバーチカルツインの鼓動、こっか
から繰り出される排気音と体に響くね小気味いい振動はバイクに乗っているっていうことをね常に感じさせてくれてね、非常に心地がいいんですよね。で排気音は中低域が効いた割とマイルドな音で、広域の出たね破裂音みたいなものは少ないので耳障りは良くてうるさく感じないんですよね。なので住宅街でエンジンかけてもそこまで周りに気使うことはないですね。で特にこの1500回転から2000回転ぐらいでこうドロドロ言わしてる感じが、非常に心地いいですね。決して高回転で回して楽しむバイクではないんですけど、低い回転数でどこどこ言わして走るっていうのがこのバイクの醍醐味だと思いますね。で鼓動感はしっかり感じるんですけど、嫌なしびれとかもないので長時間乗っててもね全く苦にならないんですよね。続いてボンネビル T120 のいいところ4つ目、高速や山道でもストレスを感じない力強い走りですね。でボンネビルのエンジンは 1200cc の水冷2気筒でボアストロークの割合的にはショートストロークになるんですけど、エンジン特性的には低回転域にトルクバンドがあって低速でも高いトルクで走れるんですよね。なので低速中心になる街乗りもエンストの心配なんか全然ないし、あと山道なんかでもね力強く加速できるので、あんまり機会はないですけど追い越しなんかも楽々できますね。でももちろん高速もシフトも6速まであるので高速巡航は問題なくできますし、6速での追い抜きも全然ストレスなく行えますね。なので、乗っていて疲れにくいんですよね。街乗りも高速もあと山道なんかも全くストレスを感じなく走れるので、だからねついつい長距離走りたくなっちゃうんですよね。はい、続いてボンネビル T120 のいいところ5つ目、ロングツーリングでも安心な積載性のしやすさですね。シート全体がほぼフラットで座面も広いので、まずね荷物が安定しやすいんですよね。で割とどんなバッグでも固定しやすいんです。バイク用のシートバッグはもちろんですけど、普通のリュックなんかも置けるぐらいの十分な広さがあるので、あとは固定さえできてしまえばリュック背負ってバイクに乗るっていうストレスのある乗り方をしなくて済むんですよね。で2掛けフックもねいろいろとかけやすいところはいくつかあるので、固定も問題なくできますね。あとはねバックサポートのステをつければ、両側にサイドバッグ追加もできるのでさらに積載量はアップしますね。でバイクの見た目的には両側にバッグがついてても全く違和感がないので、ここも嬉しいポイントですね。で私は撮影兼ねたツーリングの時なんかはサイドバッグ両側につけて、あとはタンデムシートにバッグ取り付けるっていう形で結構ツーリングに行くことが多いですね。あとはねシートがフラットなところはもう一つ利点があって、フラットなので座る位置がね同じ場所に固定されないんですよ。自由にお尻の移動ができるので長時間座っててもね疲れにくいんですよね。はい、ここまでいいところをお伝えしたんですけど、あと残りは不満点ですね。大した問題じゃないんですけど2つあります。まずボンネビル T120 の悪いところ1つ目、車両代金、カスタムパーツ、維持費すべてが高いっていうところですね。まずね車両代金は高いですね。新車で納入すると車両本体がだいたい160万円前後、あとは諸費用と追加のカスタムパーツなんかを入れちゃうともう軽くね200万超えるんですよ。で200万超えるってなるともう国産車の軽く2倍、下手すると3倍近くするので、ちょっとね財布には優しくないかなって気がしますね。あと維持費もそれなりにかかってきますね。私みたいに基本ディーラー任せってなると、点検で数万円取られることはザラなので、オイル交換ぐらいはね自分でやりたいなと思うんですけど、今んとこなかなか手を出せずにいますね。あとは以前の動画でもお伝えしましたけど、やっぱりカスタムパーツは他のメーカー、特に国産車と比べても結構高めな設定になっていますね。この辺はねサードパーティーのパーツをうまく使えばその辺の費用は抑えられるんですけど、ちょっとね全体的に金額高めだなっていう印象はありますね。ただね所有する満足度は非常に高いので5年10年と長く乗るバイクだと思うんですよ。10年は長すぎるかもしれないけど、例えばね仮に3万キロ近く乗ったとして最初に200万円かかったとしても1キロあたり67円なんですよね。そう考えるとねあれ意外と安いんじゃないかなって思いませんかね。今タクシーの初乗りがだいたい500円ぐらい 1.2 キロでなので、それと比べてもかなり安いですね。っていうかね67円なんか、社会人からしたらタダみたいなもんなんでねボンネビル T120 は実質タダですよ。続いてボンネビル T120 の悪いところ2つ目、国産車と比べるとありえないほど重く感じるっていうところですね。
で車両の重さに関しては最初のインプレッション動画からずっと言ってるんですけど、車両重量自体は237キロで、200キロ超えで国産の大型バイクと比べるとやや重めかなっていう印象なんですけど、その重量差以上に重量を感じますね。で納車した時は以前乗っていたレベル250と比べてるからかなと思ったんですけど、去年ねいくつか大型バイクに試乗してみて、でその時に取り回しした印象だとやっぱりねボンネビル T120 って重いなって思いましたね。これがね重量バランス的なものなのか、それともタイヤ回す時の抵抗が大きいのかちょっとよくわからないんですけど、なんかねこう動かす時に重さを感じやすいバイクだなって思います。なのでね最初は結構力いっぱい押してあげる感じがありますね。ただね筋トレにはなるんですよ。車両を支える腕と上半身支える腹筋背筋、あとはね車両を押す足腰、これらを同時に鍛えられるので重いボンネビルはねおすすめですね。そのボンネビル T120 に乗る方ってだいたい30代とか40代以降の方が多いと思うんですけど、年齢重ねるにつれて筋肉ってだんだん衰えてくるじゃないですか。だからねこれね悪いとこじゃないんだな、多分いいとこなんだと思いますけど、というわけで不満点ってね今2つ挙げましたけど、乗ってりゃ気になんないかなっていうところが多いですね。結構ね致命的な欠点っていうのは今のところ私は感じてないですね。はい、というわけでボンネビル1年乗った感想をお伝えしました。買う前はね外車なので結構トラブル多いのかなとか気になってたんですけど、この1年は全くトラブル知らずで順調に乗れてますね。パーツもね日本製のものを使ってるっていう風に聞くので、特にね大きい心配はいらないんじゃないかなと思います。なので購入検討している方はぜひまず試乗からですかね始めていただくといいかなと思います。ではこの動画気に入っていただけたら高評価お願いします。また今後もこういったレビュー動画だったり試乗動画なんかも出しているのでよろしければチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。